こんにちは、薄見あさです。本日は京都での毛糸屋さん巡りの様子を Vlog でお届けします。大阪万博のために大阪に行きましたので、京都まで足を伸ばして浜中さん直営の糸小箱さんとイーニーさんという手染め毛糸のお店に行きました。大阪万博の様子は来週 Vlog をアップしますので、ご興味のある方はそちらもご覧ください。それでは動画スタート。まず訪れたのは浜中さん直営の糸小箱さんです。京都の町屋を生かしたお店で、どこか懐かしい雰囲気のお店でした。浜中さんの毛糸を使った作品がたくさん展示してあるので、たくさんインスピレーションをもらえる売り場でした。店内には履物を脱いで上がるスタイルです。スリッパが用意されていました。中に入ると一面浜中さんの毛糸が広がる空間になっています。京都の町屋と毛糸って似合うんだなぁと思いました。外から見えるように窓際に展示されている作品たちもお店に入れば手に取って眺めることができます。私が訪れたのは4月20日だったので、これからの季節で活躍しそうな素材のバッグが飾られていました。直営の店舗さんなので当たり前のことなのかもしれないのですが、とにかく浜中さんの毛糸がめっちゃくちゃたくさんあります。限定の毛糸もあって、糸小箱というこの店舗オリジナルの毛糸もありました。色も素敵ですよね。ウール 100% の毛糸です。キットもすごくたくさん種類があって楽しそうです。カゴバッグを編もうかなと思ってしばらくカゴバッグを見ているうちに、近くにいたハリネズミと目が合いました。隣にいらっしゃったお客さんが、これ針山になるみたいですよと教えてくださって、ちょうど新しい針山を編もうと思っていたタイミングだったので、このハリネズミを編もうと決めました。そんなわけでハリネズミを買ってお店を出ました。小さなお庭なんかもあって、テーブルではワークショップも行われていました。そこでは素敵なマダムたちが和気あいあいと編み物をされていました。本当に素敵な雰囲気のお店だったので、近くにお立ち寄りの際はぜひ行ってみてください。糸小箱さんを出た後は、ある毛糸屋さんに行こうと思ってバスに乗ったのですが、そこに行くと飛行機の時間に間に合わないことに途中で気がついて、泣く泣くその毛糸屋さんに行くのは諦めました。そんなわけで途中でバスを降りたため変なルートになってしまいましたが、円町という駅から JR 山陰本線に乗って渦政駅に向かいます。こう書いて渦政って読むんだと難読漢字に衝撃を受けました。そんなわけで向かいましたのはイーニーさんという手染め糸とケーキのお店です。割と住宅街っぽいエリアなのですが、嵐電本線の有栖川駅からでしたら徒歩1分ぐらいで行くことができます。店内に入ってすぐに目を奪われたのは美味しそうなケーキたちです。マカロンはいちごミルク味とイヨカン味があって、よく見るマカロンよりも 1.5 倍くらい大きい気がしました。私はマカロン2種類とアールグレイシフォンケーキを買いました。イートインスペースがあったら桜のタルトも食べたかったのですが、飛行機移動だったので持ち運びやすそうなものを選んじゃいました。焼き菓子も多くてありがたいですね。そして楽しみにしていた手染め毛糸たち。クエンさんという方が手染めしている毛糸も置かれているのですが、クエンさんご本人がお店に立たれていてすごくびっくりしました。窓際には素敵な椅子もあって、こんな空間で編み物してみたいです。家具の一つ一つもきっとこだわりがあるんだろうなと思いました。個人的に素敵だなと思ったのがこの靴下です。単色の糸と手染めの毛糸を混ぜて編んでいて素敵でした。まだ全然編めないのですが、靴下編みをできるようになったらこういう感じで編みたいと思いました。壁にはたくさんの手染め毛糸がかかっています。ライフインザロンググラスさんとかヘッジホックファイバーズさんといった海外の手染めの輸入毛糸などもたくさんありました。どれもすごく素敵でたくさんあって悩んだのですが、
私はせっかくなのでクエンさんの百花繚乱という毛糸を買いました。咲き誇るお花のような春らしい色味です。あと、このお花のステッチマーカーも可愛かったです。さっき Google で調べたら、海外のショップさんのものみたいで、オンラインでは買えるみたいなんですが、店舗で売っているのはすごくレアだったのかもしれません。他にもアクセサリーを販売しているスペースもあって、それも可愛かったです。というわけで、イーニーさんを出まして、帰りは有栖川駅から嵐電本線で帰りました。伊丹空港から羽田に帰ったんですが、伊丹空港でも大阪万博のミャクミャクグッズを買えて嬉しかったです。というわけで、前日の大阪万博で3万歩以上歩いた結果、足の裏がすっかり腫れてしまって半泣きの状態ではあったんですが、京都の毛糸屋さんを巡りました。フィジカル的にはかなり大変でしたが、万博も毛糸屋さん巡りもすごく楽しくて、メンタル的にはすっごく幸せな大阪京都旅行となりました。この動画がもしよかったら、高評価、チャンネル登録お願いします。コメントもいつもすごく励みになっています。それでは、内海朝でした。動画を見てくださった方にお知らせです。チャンネル登録者数が900人を突破しました。登録してくださっている皆様、ありがとうございます。それを記念して LINE 公式アカウントを始めました。チャンネル登録者数が1000人に到達したら、渋谷か新宿でリアル編み会を開催したいと考えているのですが、それに向けて、編み会ってどんなことするのとか、こんなことが気になってるんだけどとか、視聴者さんの疑問に答えられるような場が作れたらいいなと思って LINE 公式アカウントを始めることにしました。リアル編み会に興味があるよという方は、ぜひ LINE 公式アカウントの登録をお願いします。画面の QR コードか概要欄のリンクからお気軽に登録してください。とりあえずリアル編み会についてお答えする場にしたいとは思っているのですが、私がちまちま手動で返信するので、動画全般についても何か私に伝えたいことがあれば送ってもらっても大丈夫です。以上、お知らせでした。最後まで動画を見てくださってありがとうございます。楽しんでもらえたらぜひ高評価とコメントも待ってます。チャンネル登録してもらえるともっと編み物の動画を届けられるのでぜひお願いします。みんなのおすすめの毛糸屋さんや気になる毛糸、トピックスも教えてください。また次の動画でお会いしましょう。